僕は、ウルトラマンの主題歌でデビューしてるんですよ。そこの現場でも僕、日陰の至りでスーパー戦隊の主題歌が歌うのが夢なんです、ウルトラマンのところでそう主題歌を歌う1作2作前に挿入歌を歌わせていただけると確変来るかなみたいな感じで1990年後半ぐらいにユニットやってませんでした？ラムでしょ、ラム。そうその時僕イベントでね実はお会いしてるんですよ。いつどうなるかなんて誰にもわからないので、元気に歌えるだけ歌って、いろんな人とコラボができたり、そしてこういう形で残せていけるっていうのはすごく嬉しいことだなと思う。今日は海賊戦隊ゴーカイジャーを歌う松原剛君に来ていただきました。やっぱ曲だね。そうですね。一緒に歌わせてもらってもうね、そしてバンドでやらせてもらいましたけど、どうでした？なんか一人で歌ってるのと、皆さんのバンド演奏でやるとすっごい上がるんですよ。皆さんのやっぱり目があったりとか「ヨッホー」ってなんか掛け声入れてくれるのとかすごく上がるので楽しかったです。いやいや、なんか海賊の船長っぷりが出てますずっとちょっとお呼びしたかったんですよ。ありがとうございます。で今回は海賊戦隊ゴーカイジャーのね、2011年ですけど、アレンジが鹿児島弘明、ギターは川瀬聡ということで、うちのメンバーが参加もしているということで、俺は指を加えていいなっつって見てたんですけど当時俺はスイートプリキュアのエンディングの方でワンダフルパワフルミュージックとかを作曲させてもらったりとかして、本セクションも入ったり、もちろん鹿児島アレンジあって、もうだからもうミスター西朝鹿児島がプリキュアも全体もやるという感じで、やっぱゴーカイジャーはなんといってもあれは5周年35作品目だった節目の作品ということで、今までの戦隊たちが現れるというとんでもない企画で、ハリケンジャー歌っている身としてはですよ、一時期子供たちハリケンジャー歌ってもみんなポカーンみたいな時期が結構続いてたんですよそれがゴーカイジャーによって再び脚光を浴びて、みんなリスペクトの目で子供たちがハリケンジャーの歌を聴いてくれるという、本当にどうもありがとうっていう作品だったんですよ、ゴーカイジャー。ゴーカイジャーの今までのヒーロー全出しみたいな、そうですよ。そういう企画って本当に発想がない感じだったから、今やその何十周年何十周年で節目でヒーロー全出しがちょいちょいあるけど、これちょっと見たことあるなって正直思っちゃう。やっぱね、その先駆けがゴーカイジャーだから、確かにゴーカイジャーのそのヒーロー全出しどれにも変身できるはこんなやっていいのっていう衝撃がありましたよね。いや、そうだよね。いや、でも本当にいい作品のいい歌をね歌わせてもらう、なんかそういうきっかけみたいなのは。僕はもともとは20歳頃にウルトラマンの主題歌でデビューしてるんですよ。そうですよ、プロジェクト DMM っていう3人組のユニットでデビューしてるんですけれども、そこの現場でも僕ちょっと若気の至りで公言しちゃってたんですけど、スーパー戦隊の主題歌が歌うのが夢なんですってウルトラマンのところでそう現場で言ってみんな苦笑してましたけど若いなっていう顔をしてらっしゃいましたけど、ああ、なるほどね。水木一郎さんに歌を習って東映のヒーローものを歌いたいなっていうのがあって、それで DMM の活動がちょっと一段落したようなタイミングが、ウルトラマンの主題歌3作品、歌わせていただいた時にちょっと一段落した時があって、その時にうちの事務所含め僕も一生懸命コロンビアのディレクターさんたちにスーパー戦隊の主題歌を歌いたいんですっていうふうに働きかけていただいて、で次の作品何かありますかっていうタイミングが、ゴーカイジャーの一つ前のゴセイジャーの頃だったんですよ。でゴセイジャーとか、そのスーパー戦隊の曲のコンペって大体以前は秋頃始まって、11月12月にはオーディションなり、名指しなり、新人発掘なりあって、そしてレコーディングが終わるのが12月末ぐらいには終わってるみたいなスケジュールだったんですけど、今でも覚えてるんですけど、歌わせてくださいって言って、じゃあコンペ曲上がってきて、歌い手の一人の候補としてはちょっと考えますからって言って、もう神頼みにしながらミュージカルの稽古とかいつも毎日行ってるんですけど、毎日スーパー戦隊の次決まりますようにって思いながらやってたんですけど、その年はなんとスーパー戦隊の題材がゴセイジャーの年だったんですよ。その企画はね、ノブさんに決まったんですよ。なるほどね。それでノブさんだよなって思う反面、曲もいっぱい練習したのにとか、夢今年ついえたかって思って、
でもまた翌年に向けて一生懸命アピールと、そういうものを続けていって、そしたら翌年、これがオーディションだったのか、どういう流れだったのかわからないんですけど、僕のウルトラマンを歌ってきたっていうキャリアとスーパーセンターを歌いたいっていう、思いと、あとはプロジェクト .R にはその豪快じゃ歌う前からちょっと加入させていただいていて、6人の侍っていう真剣ジャーの挿入歌とかも歌わせていただいて、多分ねそれがねちょっとしたテストだったんじゃないかなって僕は思うんですけど、あるあるだねそれね。ちょっとね今流れ分かりませんけど、主題歌を歌う1作2作前に挿入歌を歌わせていただけると確変来るかなみたいな感じでリーチみたいな。そうで翌年は豪快ジャーを歌わせていただける流れになったっていう。いやーすごいね。いやだからご聖者を歌ってたかもしれないけど、やっぱりノブさんというね、そうですね、多分その思いがあって、やっぱりねあの曲は、僕じゃ歌いきれないで、キーの問題もありますけど、なんかね思ったよりもノブさん上げたりもしてて、逸話があるんですけど、あの曲大変じゃなかったですかっていうふうに聞いたら、そのレコーディング関係者に聞いたら、いやものの数十分で1時間もかけずにコーラスまで入れてさあってじゃあっつって帰ってったよって聞いてすげえなって思ってます。いやいやもうそこにいたのが鹿児島弘明、まさにご聖者のアレンジもやっているんですよ。でギターも川瀬君だよね。そうなんですか。五聖豪快はもう本当この2人が、俺がずっと指を加えて僕なりに蓋開けてみたら35作っていう記念作品という節目になってたのと、あんなにね仕掛けがある戦隊であんなに皆さんに喜んでもらっている戦隊になると思ってないから、ド派手な衣装含め、なんか自分の中ではいいくじ引いたなっていう思いはちょっと。そうだね。いややっぱり豪快ジャーはね、今までのレジェンドヒーローたちをまたさらに昇華させるというか、俺的にも本当ありがたかったし、自分もねいろんな形で豪快ジャーには参加させてもらいましたけど、本当に節目になった作品だよね。鹿児島もねアレンジに関しては結構いろいろこだわりがあってね。35なので、ゴレンジャーのオープニングを聞き返して、ティンパニー結構聴いてるなとか、じゃあティンパニー入れようかなとか、あとねなんか太陽だっけ、太陽チカチャンってギター、ギターか、あのギターチカチャンかっこいいなと思って、それでチカチャン川崎にちゃんとそれが伝えたら、そっくりな音でちゃんと完コピ、音まで完コピでやって。いや曲の雰囲気は全然違って爽やかな感じに、アレンジを寄せてくださって、その時の現代的でありながらもそういうオマージュがちょいちょいあるっていうのはすごいですよ。俺は歌のコンペではなく、曲のコンペ出して、ダメだったんだけど、この曲が選ばれましたっていうことでデモを聴かせてもらった時、A メロのつかみ、明らかにこう海原が見えてくる、大海原が見えてくるみたいなA メロのメロディーとコードの広がりっていうのは、やられた、これはいい曲だなっていう。 A メロで掴んでおきながら、B メロがめちゃめちゃキャッチーで、サビよりも高い音程までいってすごく気持ちを高揚させておきながら、なおまたキャッチーなサビが来るってね、そうだね、すごいです、作りですよ。今日ね一緒にやってみて、歌意外と難しいよね。難しいです。ブレスグもないしね。で割と2番とか歌詞の譜割り違ったりとかね。そうなんですよ。意外と歌い慣れなくて全然、16分で息吸うとか、あと高いところに行くとその時のテンションと体調によって結構ブレやすいから、安定的に歌うのは結構今でも難しくて、でもタカさんやっぱりかっこいいな。何をしちゃうんですか。ものにされるのは本当素晴らしいなと思う。俺はあんなに足が上がらないので松原君とはそれこそ「ウルトラマン光」という曲をもうまた鹿児島川瀬君に手がってもらって、作詞と作曲をさせてもらってプロジェクト DMM に歌っていただいたので、俺的にはそんなに大っぴらにはしてなかったけど、やっぱりウルトラマン世代でもあるので絶対ウルトラマンも関わりたいなと思ってたので、めちゃくちゃ嬉しかったし、あの曲の思い出はすごく、ごめん、うちのチャンネルでもすいません、勝手に一人でセルフカバーさせてもらったんですけど、高取さんの曲ですから。いやでもなんかすごくやっぱリクエストも多くて反響も多くて、とっても嬉しかったのを覚えてるし、僕この後イベントとかでウルトラマン光をまたリバイバルで歌ってくださいっていう声もあって歌おうと思ってるんですけど、やっぱり曲もアレンジとかがすごく独特で、鹿児島さんと会ったのは多分光のレコーディングの時で、もう超絶キーボードを弾いてくださって、すごい知識量と力のあるギ
キーボードさんなんだなっていうのが小島さんとの出会い、そして高鳥さんとはそこの時に会ってなくて、随分後からつながったんですけど、高鳥さんいろいろと形を変えてZ 機と組む前にももちろんソロにもなったり、また他のユニットとかいろいろあると思いますけど、1990年後半ぐらいにユニットやってませんでした？2000年ぐらいか、2000年の初めぐらい。ラムでしょ、ラム。そうその時僕イベントでね実はお会いしてるんですよ。はいはいはい。だから俺も今さっき話聞いて全然最初忘れてたけど、なんかちょっと今心の引き出しが開き始めた東東京ね、大きい商業施設、でプロジェクト DMM とラムとのなんかツーマンみたいな感じで前半後半でイベント時間が分かれてて、ラムが前半だったのかな、それでラムってそのラムがやってくるみたいなビジュアルを見たんですけど、その時僕正直存じてなくて、ただなんかすっげえとんがってる2人組で久々に東映の畑でお会いした時に、あの時の高鳥さんが今こんなに柔らかくなってらっしゃるんですよ。いやね、なんかそういう昔のねミュージシャンって結構そういう感じだったんですよ。でそれがなんか俺本当にコロンビアでどんどん構成されていってまあ本当に恩師のおかげなんですけど、なんか俺この世界でちゃんと飯食ってこうってなんかすごい構成できたの30過ぎてましたねでもね、だからそう考えると結構ね長いこうスパンでいろんな形でご縁があって、いや嬉しいしね、それこそ兄貴のお弟子さんだったっていうことも含めて水木兄貴とは俺はね山に呼び出されるっていうね、登山部ですね、呼び出されるんですよアニソン登山部。いや僕もね一式揃えていろいろ買って、これからもどんどんなんか山に登りたかったのになっていう時にね、師匠もねしまったので、この後どうしてもみんな年齢が上がっていくわけだし、歌い手っていうのはどうしても体力も筋力も必要じゃないですか。そういう意味でね、多分これからスーパー戦隊とかそういうの引っ張っていくのもね、タカさんだと思う。いや力強い背中をね見せてもらいたいとかいつどうなるかなんて誰にもわからないので、元気に歌えるだけ歌って、特に今回 YouTube を始めたことによっていろんな人とコラボができたり、そしてこういう形で残せていけるっていうのはすごく嬉しいことだなと思って。これを残せるって僕も見てましたから、先輩たちがなんか撮ってて、わかっこいいな、いつ声かかるかな、いやまだ来ないかなみたいな、これが5年10年経ってもなんか見返せるっていうのはすごく嬉しいね。なんかいいものをちょっとこれからも残していきたいなと思っているので、ちょっとこれからも松原君といろんなちょっとコラボができたら嬉しいなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。皆さんもしよかったらぜひいいねボタンと、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。今日は松原剛君に来ていただきました。ありがとうございました。